次質問がありまして、これちょっと私すごくいい質問だなと思ったんですけども、現在行われている極真の基本技は手技回し技も伝統派よりもかなり種類が多いというふうに思います。で基本を作ったのは誰なのでしょうか、総裁本人なんでしょうかということなんですけど。多分私だろうな。ただ一番最初の頃っていうのはあれですよね、基本逆も何もかも全部剛柔流からやってたわけですね。そう剛柔流。でそれはやはり途中で先生がこういろいろアレンジしたというか変えたりとかしたんですか？勝手に変えたわけじゃないけど、私がやってるのを見て大山先生がこうしたらどうかああしたらどうかっていう声はかかってきたね。で特にねやっぱり大山先生はやっぱり剛柔流から脱皮したいっていう考えを持ってたんで、それで私に好きなようにやると。で僕の場合は剛柔流の形もやるけども肖像画の形もやるし、和道流の形も和道流と肖像画に似てるけども、そういうごっちゃ混ぜのはっきり言うと一番重要視したのは組手ね。十組手、大山先生が確かに剛柔流はね接近戦では強いんですよ。離れると戦力がなくなっちゃう、届かない。で離れた場合の戦力っていうのは肖像画が戦力だ。だから僕は剛柔流と肖像画をミックスしたもので、技を身につけて戦えば強くなれるだろうという、そういう考え方で。やはりそれの影響っていうのは安田先生の組手の仕方組手は影響ある。それで今の基本技なんですけれども、ここで質問というのは主な基本というのは大体三鎮立ちからやっていますけど、円皮、肘打ちと下突きに関しては騎馬立ちになるんですけど、それはなぜなんでしょうかっていう。三鎮立ちの立ち方っていうのは腰が入ってすごい突きに関してね、すごい突き、それから受けというものにインパクトが与えられる、そういうなんていうかな立ち方なんです三鎮立ちで。特に三鎮立ちに一番重要なのは立ち方をちょっとしてみてくれる？それでね、正しいのは膝を前ちょっと落とす。そうするとね、筋的蹴りがね入らないんですよ。それが一番の重要、三鎮立ちって。つまり筋的入らないぐらい、ちょっと膝を曲げて筋的入らないくらいの歩幅しか開かないっていうことですよね。今は極真もそうですけれども、伝統派でも、肩幅よりも広くなるような三鎮を大きく構えますけれども、それはもう間違い。肩幅より白く立つのはもう形だけなんで、しこ立ち、それだけだね。それだけが。騎馬立ちも、ここの騎馬立ちっていうのはそれほど足を開かないでこういう感じになりますけれども、他のところですとやっぱりこんなしこ立ちみたいにこんな。あれはね、騎馬立ちじゃなくなっちゃう。騎馬立ちっていうのは馬に乗って馬の腹をこう締めるから、足がちょうどこういう状況じゃなくてクッとこう入っていくわけね。ただその騎馬立ちっていうのはどういうところから作られたものなんですかね。非常に不安定というかそういう感じがするんですけれども。騎馬立ちっていうのは、しこ立ちじゃなくて騎馬立ちが。騎馬立ちっていうのは要するに腰の入れ方が重要に、何かな入れる技の立ち方であって、だから騎馬立ちで突きをやると必ず腰でつかないとつきにくい。で騎馬立ちでやっててそれで腰を使う、それを身につけるための立ち方だね。だから普通の自然体でつくよりも騎馬立ちでつく方が突きは強くなる。
ただここでのその基本稽古で、三鎮立ち自体が非常にこう歩幅が狭くて自然体のような感じの立ち方になるんですけれども、それはね間違いなんだよね。だから肩幅より強くなっちゃいけない。狭くなるような感じで、膝を落とす、それが正しい三鎮だけどそれがなかなかね非常に重心が一つの方中心にまとまりますから、バランスが取りづらいというか、そう難しいんだけど、それを身につけた時の腰の使い方、突きの使い方は非常に破壊力のある突き方になる。だから技としては非常に難しい技。そうですね、実際私もこの突き基本で、正拳つけるようになった時にはそれこそ片足でも十分腰の入るような突き方できるようになりますし、ロングレンジでもショートレンジでも腰の感覚一つで打ち分けられるようになってきました、でもそれは素晴らしいよね、だからそれを身につけた時の実際の破壊力っていうのは普通のつき方とは格別違い方があるよね。話に戻るんですけども、その基本だけじゃなくやはり型ですとかそういったものでも先生作り変えた部分っていうのは、特に型ピニャンその2のこの部分ですか、この部分はね先生が安田先生に直されたんですね。普通の通常のやり方をやりましたら、それ安田先生がそれじゃあ相手倒れないだろうって言われて、でたまたまそれを大山先生に見られてしまう。で大山先生が「それはどういうことだ?」って言ったら「これじゃ人倒せないんでこういうふうにしました」って言ったら、大山先生が「じゃあそれでいいから」っていうことで、そういう感じは、ただその後にそれが伝わったわけではないんですよね。今の極真はやはり元のあったやり方をやってますので、先生以外にそういうその方をやってらっしゃる方っているんですか？いないよね。僕自身はどっちかというと実践派をものすごく知りたかって重視してたんで、やったけど、他の生徒はそういうのね、なんていうのかな、嫌うっていうのかできないっていうのかね、怖くてね。だから習った型の中での戦い方しかしないから、道場から出た。で、私の方ははっきりと巷の空手要するに喧嘩空手だ。そういうふうに解釈してたね。